こんにちは、粟田洋介です。絵を描く職人になってはいけないとピカソは言いました。技術的な熟練ばかり追求して形式的な絵ばっかり描く職人のようになってはいけないとピカソは考えていたようです。芸術家と職人はそれぞれ担う目的が違います。ですが一般的に芸術っていうものが何なのかっていうことがなかなか理解されなくて、そしてすごく難しいことなんじゃないかと思ったので、今回は芸術家と職人の違い、そして芸術と科学の違い、そんなお話をしたいと思います。時折こういう話になると、どっちの方が上だとか下だとか、いいとか悪いって話になる場合もあるんですが、職人さんも芸術家も科学も芸術もそれぞれ違う目的を担うために存在しています。だから上も下もないし、いいも悪いもないんです。今回お話ししたいのは、芸術とは何なのかっていうことです。芸術という意味をご存知の方も、例えばピカソとかの絵を見て、あんなの誰でも描ける、こんなの芸術じゃないとか、素晴らしい芸術作品っていうのは本物そっくりに描かれている絵だとか、そういう風に思っている人たちに、芸術っていうのはこういうものだと説明するのはものすごく難しい場合もあるんじゃないかと思います。そこで職人と芸術家の違いをちょっと検索してみました。職人も芸術家も何かを作る人たちです。しかし職人と芸術家ではその作る目的というものが違います。そしてもう一つは技術というものをどれだけ重視するかというところも違ってくるようです。職人っていうのは実用的な目的を重視したりとか伝統的な技術というものを重視するようです。そして目指しているのは高品質なものです。それに対し芸術家っていうのは自己表現だったり感情の表現っていうのを重視して独自の視点とかアイディアを重視します。そんなわけで職人っていうのは実用性のあるものを高品質に作る。そしてこれはその職人さんにもよると思うんですけど、伝統的な技術っていうのを継続していくっていうことも目的の場合があると思います。実用的で高品質っていうのも高い技術っていうのが重要視されますし、伝統的な技を引き継ぐっていうのも技術っていうものが重要視されます。そんなわけで職人っていうのは技術、技を重視します。それに対して芸術家は表現っていうものを重視します。その表現っていうのは自己表現だったり、喜怒哀楽の感情の表現、そこには美しさがあったりとか、その表現は鑑賞する人たちの心に響きます。なので芸術家は美的価値の追求もします。そして特に現代アートとかだと感情とかの他に概念の表現だったり、社会の問いかけ、そういったことも重要視されることがあります。先ほどピカソが技術的な熟練を追求するあまり形式的な絵を描く職人のようになってはいけないと考えていたということなんですけど、技術的熟練を追求するのは職人さんのすることですね。それは職人さんの目的を果たすためには素晴らしいことですが、芸術家の目的を果たすためには技術も必要なんですが、そこを重視しすぎるんじゃなくて、芸術家の目的は表現です。その表現をするための技術が必要となるんですが、それが形式的になってしまうといけないとピカソは考えたわけです。私は別にいけないとは思わないんですけど、芸術表現の創造性っていうものは形式的になってしまっては発揮できないものなんじゃないかと思うんですね。創造っていうのは作り出すことですから、型にはまったものではないんですよね。個性を表現する、感情を表現する、実用的で高品質なものを作る職人とは目的が全く違うということになります。ただ物を作るわけですから、物を作る技術っていうのも必要になるんです。ですが、どの程度の技術をどれだけ熟練していくっていうのは人それぞれで、必ずしも職人さんみたいな技術が必要になるわけではありません。あとは生まれつきの気質みたいのもあると思うんですけど、私は職人にはなれません。なぜなら多分物を作るっていう意味では多くの人よりは器用に作れる方なんじゃないかと思うんですけど、職人技を追求していくっていうレベルになるとそれはもう大変なもので、そこまでの根気がないんですよね。
だけど創造性とか独創性とか感性とかそういったものを追求したいっていう気持ちはすごくあって、だから目的が全然別物なんですよね。職人が物を作る目的っていうのは実用性、機能性、そういったものを高品質に作るっていうことです。それに対して芸術家の目的は自己表現や感情表現をして美的価値のあるものを作ることです。そして職人さんは習得した技術を使って作るわけですが、芸術家っていうのは創造性や個性で作るんです。そして職人が評価される基準は品質の良さだったり耐久性の良さ、あとは効率性ですね。それに対して芸術家が評価される基準は感性、独創性、表現力、そういったものですね。こうして見ていくと職人さんと芸術家っていうのは目的が全然違うわけです。今度は芸術と科学の違いについてお話ししたいと思います。最近よく科学的根拠はあるのかないのかなんてことをおっしゃる方も増えてきてるんじゃないかと思います。私も大学の時に文章を書くときは何々大学の何々教授が言ったことでとか、どこどこのこういう研究の結果でとかってことを書かなきゃいけないってことを教わりました。そしてそれが科学的根拠みたいなことなんだと思いますが、科学と芸術っていうのは正反対なものだって言われてるんじゃないかと思います。それはどこの大学の誰が言ったとかってことじゃないんですが、芸術っていうのはさっきも言ったように自己表現ですから、科学的根拠とかそういうものじゃないと私は思うんですよね。芸術っていうのは正しさとして理解するものではないと思うし、正解とか不正解もなくて、なぜなら芸術は主観的なものだからです。さっきも言ったように芸術っていうのは感情的な表現、それをすることによって感情の伝達が行われます。感情的な思考っていうのがあるのに対して論理的思考っていうものがあります。科学っていうのはその論理的思考を使うようです。だから芸術とは正反対なものなんじゃないかと思うんですよね。先ほども言ったように芸術は感情の表現だったのに対して科学は客観的な真理の研究なんだそうです。現象の理解と解説、さっきお話しした感情の伝達っていうのと違いますよね。アートっていうのは感情の伝達をする。例えば一枚の絵を見た時に何かを感じる。それはその絵を描いた人の感情が見る人に伝達されるわけです。音楽とかダンスとかも同じです。それに対して科学っていうのは理解するもの。芸術は感じるもの。科学は解説して、そして理解するものなんですね。そして科学っていうのは観察する、実験する、そして分析する。きっとそれは真実を見つけるためだったり、正しい答えを見つけるため、それに対して芸術っていうのは想像して表現して、そういった科学の解説だとか理解するとかっていう視点で見ると、なんかすごくふわふわしたものなんですよね。だから私もそうかもしれないけど、芸術家が話すことっていうのはちょっとふわふわしたニュアンスの説明が多かったりするんじゃないかと思います。ただこれでも私は動画を作るときはなるべくわかりやすいように話してるつもりなんですが、なかなか難しいですよね。そして科学っていうのは理論だとか法則だとか技術というものを使ってなぜ、どうしてっていうことを追求するそうです。なぜリンゴが木の上から落ちてきたんだろう。それで法則ができたりするわけですよね。それに対して芸術っていうのはどう感じるかっていうのを作品とかパフォーマンスを通じて表現するわけです。芸術的な視点から科学的研究のヒントが得られるっていうこともあるようです。そしてまた科学的発見が新しい芸術表現を生み出すなんてこともあるようです。科学も芸術も人間の創造的な活動で世界を理解する営みです。そして社会や文化に影響を与えます。感情的思考と論理的思考っていうのがあって、多分みんな両方持ってて、人によってはすごくバランスが良くて、でも人によってはどっちかに偏ってたりして、私の場合は多分感情の方に偏ってるんじゃないかと思うんですけど、この動画の内容も多分論理的な思考も使って考えています。なので今日は芸術家と職人の違いとか芸術と科学の違い、そんなお話をしたんですが、例えば芸術家の私は
それぞれの特性をある程度取り入れて創作活動とか作家活動をしてたりするんじゃないかと思うんですよね。そしてもう少しうまく取り入れることができたらもっといいものになるかもしれないし、あとはもういろんな分野があって全部一人でやるのは無理ですから、アートはアーティストに任せて他のことは他の人たちに任せるっていうことも世界がうまく回っていくには必要なことなんじゃないかと思います。最初にもちょっとお話ししたんですが、科学と芸術どっちが上だとか下だとか、職人と芸術家どっちがとかね、そういうことじゃなくて、科学っていうのはすごくいろんなことに役立ってるし、職人芸っていうのも実用的なものを作っているのは職の技なんです。だから私たちは生活できるんですけど、じゃあ芸術って何かっつったら実用的には必要ないものなんですよね。ですが私たち人間にはバランスが必要なんです。実用的なものばかり、論理的思考ばかりではなく、そういった感情的な思考、そういったものがものすごく大切で、アートがあったからこそホモサピエンスは生き残ったとも言われています。その科学的根拠はとかって聞かれると困るんですけど、検索すると出てくると思います。そんな感じで芸術家なんてふわふわしてるんですよね。ですが最後にピカソが言ったセリフで締めようと思います。子供は誰でも芸術家だ。問題は大人になっても芸術家でいられるかどうかだ。そうピカソが言ったそうです。私は大人になっても芸術家でいられるような大人ですから、この辺で終わりにさせていただこうと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。